皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。ただ、喉の調子が悪いので、今回は少し話題を絞っていこうと思います。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍がロシア軍の早期警戒管制機 A50 を撃墜したというニュースについて取り上げていきます。地上戦においては砲弾不足という大きな問題を抱えているウクライナ軍ですが、海上では水上ドローンによる大型艦撃沈や今回のような対空戦闘においては目覚ましい成果を出しているようです。それでは早速どのようなことか見ていきましょう。今回取り上げるのはロシア軍の早期警戒管制機 A50 の撃墜です。1機あたり450億円程度と非常に高額な兵器です。役割としては大型のレーダーを搭載して上空へと上がり、非常に広い範囲の戦闘機やミサイルなどをレーダーで監視し、味方にこの情報を元にして支援を行う機体です。機体には10から15人程度の乗員が搭乗しており、これらの人たちは専門機器を取り扱うエキスパートです。当然のように非常に長い期間の訓練が必要な専門職ですから、失うのは痛い、非常に有能な人材たちです。その早期警戒管制機 A50 が撃墜されたというのは、今回は前線から220キロも離れたロシア本国領空でした。1月に撃墜された A50 は、ウクライナ南部、クリミア半島の近くでしたから、アメリカがウクライナに供与したパトリオットミサイルによる射程範囲内ギリギリだったと見られています。ですから撃墜されたと言われても、確かに射程範囲内だからそれは可能だろうという話が成り立ちました。しかし今回は、パトリオットミサイルの射程160キロよりもさらに遠い前線から220キロ離れた場所での撃墜といったこともあり、非常に驚きをもたらしました。こちらは撃墜された時の映像だとされるものです。空を見上げると赤い光がいくつも上空から降り注いでいます。これはおそらく早期警戒管制機 A50 が自分がミサイルに狙われているなというのを察知しておとりをばらまいているところだと見られます。しばらくすると画面右側で爆発が起こりました。これはおとりにまず一発のミサイルが吹き付けられて爆発したものとみられます。続いて2発目。こちらの方が機体本体に命中したものとみられます。赤い閃光を伴って A50 が撃墜され、そして落下していきます。地上に落ちた A50 が激しく燃えたと見られています。今回前線から220キロも離れた場所での撃墜といったこともあり、パトリオットミサイルは届かない。ではどのようにして A50 は撃墜されたのか、いくつかの可能性が指摘されています。まず第一に、ウクライナ軍がパトリオットミサイルではない方法で撃墜したというものです。それがソ連時代に開発された対空兵器 S200 の活用です。対空兵器 S200 はソ連時代に開発されたものですが、最大射程距離は長いもので300キロ程度まであります。ですから今回の前線から220キロというのは射程範囲内に収まります。ただし、ソ連時代に開発されたものですから、センサー類や誘導システム等は旧式で対空ミサイルとしての性能はそれほど高くないのではないかと言われています。少なくともこの後開発された S300、S400 の方が現在の主流となっているからです。しかし、狙ったのが早期警戒管制機だったからこそ S200 が有効だった可能性があります。早期警戒管制機が大型機であり、そして動きもそれほど機敏ではないことから、一度ターゲットとして狙うことさえできれば、早期管制機では回避は難しかったのではないかということです。2つ目の可能性は、ロシア軍による誤射です。友軍機の誤射というのは、ロシア軍だからこそ起こるという問題ではなくて、これは世界各国どこの軍隊においてもどうしても発生してしまう問題です。ただし、ロシア軍の場合、もしも誤って撃ち落としたというのであれば、1月に撃墜された A50 にも、ロシア軍はウクライナ軍に撃墜されたんじゃない。これはロシア軍の血迷った部隊による、味方による誤った攻撃だったというような話をしていました。これまでロシア軍はウクライナ軍が何か戦果を発表するたびに、いやいやウクライナ軍の手柄ではない。これはロシア軍の兵士の中にバカな奴がいて、そのバカな奴のとんでもない行動によって
こんなことが起きたんだといったことをよく言うのです。基本的にはそっちの方が私は恥ずかしいことだと思うのですが、ロシアの方の感覚としては敵に手柄を取られるよりもバカな兵士がいた方が収まりが良いのかもしれません。そうしたわけでロシア軍による誤射といったことも一応説としてはあるのですが、あまり信憑性は感じません。第3の可能性としては、ウクライナ軍の潜入工作員が携帯できる対空ミサイルを持ち込んで近くから撃ち落としたというものです。この場合可能性は否定できはしませんが、それならそれでウクライナ側は S200 で撃墜したというふうに発表するのかなとちょっと疑問に思います。まあ何にしても一つ事実としてあるのは、ロシア軍が1月2月と連続して早期警戒管制機を失っているという事実です。これによって1月の時に比べて2月の飛んでいた場所は前線から遠ざかったわけですから、次にやってくる早期警戒管制機はさらに前線から遠い場所を飛ぶこととなり、それは前線に対する情報のフィードバックが悪くなることを意味します。しかも、ロシアにはこうした早期警戒管制機は最大で8機、そのうちで実際に稼働できるのは残り1機ではないかと言われています。これは通常任務から考えた場合において、全ての機体に乗員を割り当てるわけではなく、ある程度予備機として持っているものがあることから、乗員をしっかりと揃えられて稼働できるのがあと1機ではないかという指摘です。専門機器の塊である早期警戒管制機は、搭乗員が全員揃った状態ではないと意味がありません。ですから、残り1機ではないかという指摘も実際にその可能性は十分にあります。そして、このような高額の機体を今から作るとなると相当の時間もかかりますし、お金もかかります。さらには搭乗員は一朝一夕に訓練が終わるわけではありませんから、失われた2機の早期警戒管制機、この損失を埋め合わせるには、本当に数年がかりの話となります。なお、ウクライナ軍が撃墜した戦闘機は、17日から見た場合において、合わせて9機に及んでいます。今回取り上げた早期警戒管制機は2月23日撃墜、そしてここに挙げていない24日についてもスホーイ35を撃墜したかもという話が出ているからです。ロシア軍としては地上戦を有利にしようとして空軍を積極活用しようとしているわけですが、ウクライナ軍がこれに必死に抗っている姿が見えます。そして1日1機もしくは2機を撃墜するというこのペースはロシア軍の動きを抑止していくためには十分な戦果だと言えます。なお、今回はロシア側の早期警戒管制機を撃墜したといった話だったわけですが、ウクライナ側は持っていない早期警戒管制機による情報支援を受けています。それは NATO 加盟国側においては早期警戒管制機があり、この情報支援を受け取っているのです。主にはポーランド上空であったり、もしくは黒海の NATO 加盟国の領空近くを飛ぶ形でレーダーによる監視を行い、その情報をウクライナ側が受け取っているというのです。これは NATO による直接参戦とかそういった話ではなく、情報の支援です。ですから、ロシア軍の早期警戒管制機がどんどん前線から離れていく一方において、ウクライナ軍の方は NATO からの情報支援を受けつつ、これを活かす機会がもう少しするとやってきます。それが F16 戦闘機の供与です。現在のところ訓練が行われていて、5月から6月、まあ遅くても夏頃には引き渡しが始まるとされていますから、これらの F16 に例えば射程距離の長い空対空ミサイルを搭載することができて、NATO の早期警戒管制機による情報支援を受けた状態で飛ぶことができれば、ロシア軍の空軍を今よりもずっと強力に抑え込む可能性があるのです。ロシア軍の早期警戒管制機がどんどんと後ろに下げることができているというこの状況は、長期的に見ればウクライナ軍に供与された F16 の能力を高めることにも役立つことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。2月24日ということもあり、ロシア軍によるウクライナ本格的侵攻から2年という節目の日にでもあります。しかし残念ながら私の喉がちょっと調子が悪すぎて、この動画は少し早めに切り上げさせてもらいます。というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。